こんにちは、のりチャンネルです。車中泊歴は11年になりました。夏は車中泊が厳しい時期ですが、工夫次第で涼しく過ごせます。今日はうちの夏対策をご紹介します。まずは定番、おなじみニトリの N クールです。通年使用しているニトリのムツオレマット。銀マットはクッションのためです。下からの熱を遮断してくれる淡い気体を込めてます。上にはタオルケットをかけています。朝端っこにくちゃくちゃっとなっていることも。風を通すため網戸を作成しました。もう10年以上前です。その頃は今ほど車中泊が一般的ではなく、何の情報もない中であれこれ考えながら作りました。安全面に配慮したつもりです。後部席の窓の枠にきっちりはまる大きさです。防犯のため手が入らないようにしています。材料はベニヤ板、網戸用ネットをタッカーでパンパンパーンと打ち付けています。ほつれ防止と端がめくれないようにボンドをくっつけています。下にプラスチックジョイナーをつけました。この溝に窓ガラスを噛み合わせます。ジョイナーはホームセンターにあります。モールやレールと同じ売り場です。1メートル100円ほどでした。ベニヤとネットは DIY の残りで、とりあえずあるものでと思って作りましたが、未だに使っています。では取り付けます。まず窓を全開にします。シャトルは全開にしても少し残ります。装着は外から。窓枠の中にはめ込んでいきます。片手でできるほど甘くないですよ。板をたわめてはめ込むので結構力技です。ほんの少し隙間を残して入りました。窓を上げてガラスを枠に噛み込ませます。ぴったりはまりました。少し隙間ができてしまいました。だからといって蚊が入ることはないんです。今まで一度もなかったです。入るのはドアを開けた時です。だからドアの開閉はなるべくしないように注意します。叩いてみました。破壊しない限り外れません。ネットだけよりは防御力あると思います。そしてこのままだと電気をつけると中が丸見えなので、窓に目隠しをします。速攻でベッドを整えて電気を消し、目隠しを外します。すると網戸を通ってひんやりとした空気が降りてくるので気持ちよく寝られます。外からの明かりが眩しいときは天井に張り巡らしたゴムを使用してタオルなどを引っ掛けてカーテンにします。外から覗かれるのも防げて一石二鳥です。窓を開けて寝ると朝方寒くなりすぎることがあります。そんな時は窓の目隠しを取り付けます。パワーウィンドウはこんな時不便ですね。運転席へ行ってエンジンかけるなんて面倒すぎるので、とにかく銀マット目隠しが役に立ちます。以
前雨が降った時にちょうどバイザーで隠れるギリギリまで窓を開けて寝たことがあります。十分涼しかったし、意外にも蚊は入ってこなかったです。もし入ってきたらと思ってこんなん準備してました。ワンプッシュで蚊がいなくなるスプレーです。これがあれば夜中に蚊に悩まされることがないので保険のために持っています。それに今年の5月四国へ行った時にドアを開けて荷物の整理をしたら数匹の蚊に入られたのでシュッと一吹きして駐車しておいたら帰ってきた時いなくなっていました。多分夏の朝は5時にはもう日が昇っています。だからなるべく日の出の遅い場所を選びます。朝日に照らされたら車内はすぐに暑くなります。そのため早寝早起きは必須です。以前東北のお祭りをはしごしたことがあります。暑いんじゃないかと心配しましたが、さすが東北、夜は20度近くまで下がって快適でした。せっかくの東北なので月山と鳥海山に登りました。山に雪があってびっくりしました。月山に登った日、山形の日中気温は35度を超えたとニュースになっていました。それでも山の雪は溶けないんですね。標高が上がると気温が下がると言いますが、まさか8月に雪の上を歩けるとは思いませんでした。鳥海山の登山口の駐車場で車中泊しました。駐車場から雪が見えます。網戸なんか必要なかったです。初めてのねぶた祭り。テレビで見るのとは迫力が違いました。次の日は秋田の関東祭り。こんなハラハラドキドキの祭りだなんて全然知らなかったから感動しました。まるでサーカスのようでした。最後は山形の花笠踊り。観覧席で周りの人に親切にしてもらって、最後は一般参加で踊りの列に加わりました。この日は暑かったので蔵王に登っていって、道端の駐車場で車中泊しました。すぐ近くに24時間のコンビニがあって安心して車中泊できました。夏じゃないといけない旅があります。車中泊するなら気温と湿度を気にして涼しく寝られる工夫をしたり、場所を選べば快適にできます。でも無理だと思ったら車中泊にこだわらないでホテルなどに逃げる起点も必要です。安全第一でね。以上、夏の対策でした。通常の車中泊モードはこちらの方が詳しいです。 DIY なしの車中泊の参考にしてください。ではまた。